今回の動画は1979年ポンティアックファイヤーバードトランザム15年以上不動だった車を蘇らせるっていうプロジェクト、これ最後になります。で最後と同時に勝手にシーズン2とか言ってましたけど、このシーズン2も、ここで1回終了させていただきます。というのはですね、前々から余談なんですけど、ここの敷地をこうテーマパーク作りたい勝手な夢を持ってて、実際にそれ動いてます。僕もキャンピングカーで生活したりなんだりっていろんなことやりましたけど、今回も家も建ててます。で家もですね、車を作るみたいな感じでいろんなところを手をかけて塗装したりとかカスタムしたりとかちょっとやってるんで、今度家の方は家とかこのテーマパークの方っていうのはですね、生意気にもサブチャンネル作ります。でサブチャンネル作ったらばそっちの方でいろんなああでもないこうでもないって言おうかなと思ってます。すいません、それ余談でした。そしてですね、これしつこくオールズ403とか言ってますけど、大好きなオールズ403を最後に、ここでちょっと一幕、またすぐちょっと次始まるんですけど、今回はですねこれフィニッシュです。まずはボディの方ですね、キャブセッティングの方も、前回ちょっといろいろとしつこくいろんなことを言わせていただきました。プロのビルダーさんにはちょっと出しゃばりすぎて申し訳ないって思ってます。今回やっぱりトランザムといえばデカールです。ボンネットのやっぱファイヤーバード、その前にこのオーナーさんはスペシャルライン、ゴールドのスペシャルラインですね。で車体を1周どころかこれ2周しちゃうんですけど、そのラインを張りたいと。当初は知り合いに看板屋さんがいるからその看板屋さんに貼ってもらうっていう話だったんで、僕も安心はしてたんですけど、結局ちょっと貼ってくれって話になりまして、で貼りました。これはボンネットデカールもあれは大変というよりも緊張する作業なんですけども、このゴールドのこのスペシャルラインっていうやつですね、これ多分ねローライダー屋さんとか貼ったらすごいうまいんじゃないかなと思うんですけど、これをちょっと貼りました。何って言ったら、これ昔はそのラインごとに切断されてたと思うんですけど、今回のやつは切断されてないですね。ですから結構ラインのギリギリのところにハサミを入れてずっとカットしていかなきゃいけないです。それがですねやっぱりこう老眼と乱視にはだいぶ来るものですごい疲れるんですね。1日3時間ぐらいやっても全然進まなくて、こういうのをですね貼ってはいくんですけども、やっぱ一本一本貼っていきますと見栄えがすごく良くなっていきます。確かにかっこいいです。これあるとないとじゃやっぱり全然違います。そしてこう出来上がってきまして、で出来上がってきますとやっぱりちょっと僕の中で寂しい部分があるんですね。それはですね、私事で言いますと、僕1979年のファイヤーバード1台持ってるんです。22の時ですかね、22の時ぐらいに買いまして、それをずっと持ってまして、それが色がワインレッドなんです。ただグレードはトランザムじゃなくエスプリなんですね。エスプリのティーバールーフ、それを持ってまして、ボディレスターは完成してます。でこれから乗りたいなって本当に思いながら、自分のってなるといじることがほとんどなくなってくるんですけど、最終的なビジョンっていうのはワインレッドにゴールドのこのバンディットスペシャルライン、これを貼りまして、それで5カラーのバードデカール、これを貼って、ホイールはちょっとスノーフレークではないんですけど、こんな風にしたいなっていうイメージがあったんですけど、それがこう実際3次元で出てきてしまいますと、いやちょっと仕様変えないとまずいかなっていうような感じで、嬉しい反面最終的なビジョンが見えちゃったみたいな、ちょっと残念な反面、ただ出来上がってやっぱりかっこいいですよ。
そしてですね、これを貼りまして、ホイールはですね、オーナーさんといろいろと修理をするための部品を購入するので、じゃあ船で買いましょう。その勢いでですね、17インチのスノーフレークを履きたい。でスノーフレークってこれよく見るといろんなのがやっぱあるんですね。ゴールドのスノーフレークって言っても17インチで、これは WS6 っていうやつです。 WS6 っていうのはこのリムがあるやつですね。リムがあって17インチ、それで中身がゴールドみたいな QJ なんですよね、ホイールが。で前後これ結構つらい位置です。これをタイヤをつけまして、タイヤサイズはですね、フロントが245の4017、リアが275の4017ですね。あとはこのコイルの素晴らしいところはですね、タイヤを組み込みましてバランスを取ります。バランスウェイトってほんとこうちっちゃいのが1個とか2個そのぐらいで、そんな感じの精度なんですね。いやこれはもう驚きです。いつも僕らが見てるのはもうクレーガーとかなんか岩鉄ホイールでもうこんなダーッと重りが並んでしまって、その上にまたさらにってこうピラミッドみたいになっちゃってるような、そういうバランスウェイトしか見たことがないんですけど、久々にこういう精度のあるもので、実際試乗しますと振動がないです。ビターッとしてます。なんかアメ車の足回りじゃないなっていう感じがして、なんかしっかりしすぎちゃって、僕からしてみればちょっと逆に怖いかなって思いますね。ハンドリングもものすごいクイックです。ちょっと曲がるとすぐ反応するような、あれファイヤーバードってこんなだったっけなって思うような、なんかただ扁平タイヤ40っていう扁平タイヤであったとしても、なんか60とかあの辺よりちょっとしっかりしてるっていう感触で、非常に乗っては楽しいですね。ロングドライブでも疲れないと思います。そんなんですね、ちょっといろいろとぐるっと走ってみましたんで。
そんなこんなでこう出来上がりまして、あとはもう一磨きしてご納車っていう感じなんですけど、今日はですねもう12月の26日なんですけども、オーナーにはクリスマスイブにはこういう車手元にないとなんていうふうにちょっと自分で追い込んでしまったんですけど、実際24日前にはできてます。できてはいるんですけども、オーナーさんが取り来られる都合もありますし、お忙しい方なんでオーナーさんのご都合で引き取りっていうことで、本当年末ギリギリになるんじゃないかなと。そして年明け登録して、その時には喜んでひっくり返っていただきたいと、そんなこんなでございます。ということでちょっと間が空くかもしれないんですけども、シーズン3はですねエンジンビルド、シーズン2ほとんどエンジンビルドって出してなかったんですけど、実際はエンジン組んでます。でエンジン組んでて、それをただ単に動画で取りだめをして、編集が億劫だからそのまんまになってるみたいなところがあります。ただかなりあれですね、ハードなエンジン控えてるんで、ちらっというとこうスモールブロックシェビーのアルミヘッドの3パーさんとか、あとは454、それの LS7 ですね、12対1とか圧縮のあるもの、そういうのがあったり、あとはモパーの440、こういうのもあったりですね、まだいろいろとちょこちょこトランザム GTA をマッスルカーみたいにして作ってみようみたいなこともちょっと企画もしてまして、そんなんでまたこんなんですけどちょっとお付き合いいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。